はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。前回2024年がどんな1年になるのかっていう星からのメッセージとして上げてる動画がありますので、年間こんな動きなんだなっていうのを踏まえた上で1月はどうなのかをタロットで深掘りしてみます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップナイト、ペンタクス10、死神、ソードページ、ソード7、女教皇ですね、逆1、そしてペンタクス9。気をつけることや対策はワンド10と鳳凰の逆とオラクルはキング、皇帝です。エンペラーですね。はい、そうか。まあそうですね、乙女座の皆さんはやっぱり今年のね後半からまた社会運がガーンと上がるので、それまでにいろんな知識を整理しておこうとか、学べることを学んでおこう、吸収しておこうみたいな感じもあるんですけど、1月っていうのは1月20日まではこう自分の中からこうクリエイティブなねエネルギーが湧いてきやすい時で、いろんな企画を思いついたり、どうやって自分の人生を喜ばせようか、楽しませようか、何に挑戦していこうかみたいな、そういうこうふわーって湧いてくるみたいな、泉のように湧いてくるようなエネルギーがあって、そして1月20日以降にそれを落とし込んでいく、現実に落とし込んでいくということで具体的な計画を進めていったり、着々と生活をしていこうみたいな感じになるんですけど、今このカードで見るととてもなんかそういう意味でこう乙女座さんが持ってる気質、いい意味での気質をしっかりと表現していける1ヶ月だなっていうふうに出ています。もうここがもう皇帝なのでね、何よりも強い、特にお仕事面とかこれまで自分が責任を持ってやってきたことに対してはものすごくいい評価を得られたりとか、自分でもその力を私ってこれが得意なんだわって思いながらできるみたいな感じがあります。そして人からのなんかアプローチっていうのかな、それもいいんですよね。今1月の20日ぐらいまでで恋愛運もいい時だし、楽しめる時なので誰かからのお誘いがあったら行ってみるとか、そういうのもとてもいいですね。なのでとてもなんか仕事やプライベート含めて満たされてるなって感じがします、全体的に。ですごく満たされてるし、着実になんか落ちないような生活をちゃんとしてるみたいなね、お金もそんな急になくならないように、ちゃんとセーブしながらやってきているとか、なんかねすごい安定した感じがあるんですよ。ですが2023年が過ぎるとともに自分の中で何かを終えたいとか、やっぱりもうこれはいいんだって思ったことがあったのかなっていうふうに思っていて、何かを卒業したのかなっていう感じがするんですね。これとってもいいことですよ。もしそれがパートナーシップに関係すること、人間関係に関係することでもうあの人との縁は切ったとかね、そういうのもあった方っていうのはすごい大きな成長したんだなっていうふうに思います。まだまだこの2024年も人に対しては真摯に向き合っていきましょうっていう時なので、真摯に向き合った結果、向き合う結果この人とはもういいんだって思ってお別れするのもすごくありなんですよね。なので苦手な人を克服していくもそうだし、本当に必要ない人と離れていくもそうだし、自分が怖いけど関わってみたらものすごくいい関係になれたっていうこともある、そんな1年なので、何かそういう一つの節目を2023年に終えた方っていうのは本当に素晴らしくおめでとうございますっていう感じなんですけど、ご自身の中ではそのことがきっかけですごく慎重になっていて、なんか失敗しないようにとか、もう同じことを繰り返さないようにとか、なんかすごく下調べしたりとかね、状況をきちんと把握して、なんか失敗しないようにしなくちゃっていう気持ちが若干開放的というよりも、なんかキュッて自分を狭めている感じがするんですね。失敗しないようにこう万全の策を張ってってやってることが自体がちょっと窮屈な感じがして、なのですごく気持ちがものすごく晴れやかかっていうと少し疑い深くなってるんですよね。自分に対してもだし他者に対しても。でもそれって自分の中で起こってることであって、外側の世界ではもうすごい安心の領域にいるっていうか、人からも優しくされるし、なんか恋愛とかそのレジャーもいいし、自分自身っていうのをすごく自信を持ってやっていけるよっていう1ヶ月なのに、
自分は心の中でものすごくリスクヘッジをしているというか、どうなんだろうこうなんだろうってその証拠集めばっかりしてたりとか、疑い気持ちが強くないですかっていうのをちょっと考えてみてほしいんですね。カードではやっぱりここでソードのページにソードの7が出ると相当その気持ちが強いっていう感じがして、これどちらもなんか体がひねってるんですよね。なんかやろうとしてることに対して違う方向を向いてるっていうのがあるので、本当はこうしたいんだけど失敗しないようによくこっちを調べとかなきゃとか、なんかちょっとした罪悪感とかを感じながらも、いやでもこうなんだっていう感じがあるので、もしもですけど、今一番強調されていることっていうのがやっぱパートナーシップの学びだったりするので、他者に対してのなんか罪悪感とかを感じてるとしたら、そこはもうやめましょうって感じがします。罪悪感なんて本当に不必要なので、自分が決めたなら決めたことに対して正々堂々といけばいいし、もう何か終えたんだったらもうそのこと考えるのやめましょうって感じがします。でなのですごく気持ちは後ろ向きになるけど、でもご自身の中では本当は分かってるんだっていう、頭の中でもちゃんと分かってるんだっていうのもありますし、まだどうしてもその気持ちをねスパッと切れないってなったとしても、やるべきことは分かってるって感じがするので、じゃあそのやるべきことやっていきましょうかって、日々を日常をコツコツとやっていきましょうっていうのが、特に20日以降いいですね。そうするとまた仕事のチャンスが来たりとか、何かいい出会いがあったりとか、自分の今の生活から一個クリアになったっていうか、一歩抜け出していい形での状況があるなっていうふうに思うので、なんせ外側の世界すごくいいんですよ。仕事もいい、安定しているみたいなね。なので自分だけが自分のことをすごく疑ってたりとか、自分の気持ちだけが他者のことをすごく反応しているっていうのがあるので、そこは自分で自分を認めてあげる努力をすれば、ものすごく落ち着くなって感じがあります。そして気をつけることは対策として言われてるんですけど、これがねなんともこれもまたなんか対人関係かなって感じがするんですけど、なんていうのかな、人は刻一刻と変わっていくものですよね。今日の自分と明日の自分は違うかもしれないし、今年の自分と来年の自分も違うかもしれないので、他者との関係っていうのも常に変化しながら、その都度その都度調整していくっていうふうに思ってもらったらいいと思うんですね。でもどこかこの人は本当に一生信じられる人だろうかとか、一生をなんか急につけてくるみたいな感じがあって、そんなの分かんないじゃないですかみたいな、どんなにいい人だって一時的に荒れる時だってあるかもしれないし、なのでそういう何かの保証とか安心っていうものを求めるというよりは、今この瞬間の自分っていうのを信じてあげましょうっていうことの方がなんか有益かなと思いました。そしてあのそしてなんか自分が頑張りすぎるっていうことも、もう少し緩めても大丈夫ですよっていう感じがしましたね。他者に対してもなんか自分がもっとしてあげなくちゃいけないとかっていう思いも、もしかしたらそれは自分がそう感じてるだけかもしれないので、自分、よく頑張り屋の乙女座さんに多いと思うんですよね。迷惑かけないように自分がしっかり頑張らなくちゃって思って、もう自分は本当はギブアップしたいとこなんだけど頑張ってやる。そしてその分体が疲れる、だんだん疲れてくるみたいな感じがあるんですけど、誰かに甘えてみる、頼ってみることで頼られた人も嬉しいとか、自分も少し楽になるみたいな、そういういい循環もあるので、自分一人でやりこなさなくちゃっていうふうにもし思ってるとしたら、少しそこを緩めても大丈夫かもしれませんよっていうメッセージだと思いました。はい。なのでお仕事はね本当にいいです。もう全然問題ない、この1月も。だけどその自分がすごいいい状態なんだけど仕事では気が抜けないんですって言ってるような感じがしたので、いやここまでよくやってきたんだから、そんなに全てを自分が把握して全てをコントロールしようとしなくても、きっと大丈夫なんだって言ってるぐらいの感覚でいてほしいっていうことですね。で特にパートナーシップに関しては、その一生保証みたいなのはあまり考えずに、今この瞬間その人といて心地いいかとか、もう自分が心地よくないと思ってさよならした人のことはできる限り考えないとか、本当に今目の前にある幸せ、喜びの方に、現実のね喜び、妄想の空想の不安ではなく現実の喜びの方にシフトしてくださいっていう感じがします。そしたら本当にまたすぐ現実にチャンスが来るから、はい、ちょっとねオラクルもう一枚見てみましょうか。
うん、なんかこれソードの2の逆なんですけど、やっぱ状況を乱したくないとか崩れるのが怖いっていう感じがして、必死でそれを保ってしまうっていう感じがするんですけど、なんか人間らしい感情だったり失敗だったり、なんかずっこけてるところも愛おしいじゃないですか、人ってね。なので自分が本当にこの状況いい状況に保たなければいけないっていうふうにすごい自分で自分のことをがんじがらめにしてるとしたら、いやいや緩めても愛おしい存在ですよっていうふうなメッセージだと感じました。すごく本当に頑張り屋さんが多いと思うので、失敗してもなんていうかな、失敗したとしてもうまくいったとしても、遅かろうと早かろうと自分自身の存在が愛おしいっていうふうに思えたらなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。もしですね、タロットリーディング一緒に勉強してみたいなとか、野戦星術も興味あるんですよっていう方は、アストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、そちら概要欄からご覧ください。そして勉強したいわけじゃないんだけど、いいタイミングの情報を知りたいとか、一緒にお話とかお話だけしましょうっていう方は、LINE フレンズというものもありますので、そちらもよかったらご覧ください。はい、ということで、ぜひ1月もいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。